こんにちは。美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。新年から何を言い出したって惹かれるかと思っていたら、たくさん入部希望っていうコメントを送っていただいてありがとうございました。みんな優しいな。さあ、バストアップ月間2本目ということで、本日の研究レポートはですね、特にリクエストにも多かった垂れちゃった胸はもう戻らないのという質問にお答えしていきたいと思います。もちろんね、自分でもいろいろ調べましたが、何の資格もない私が専門的なことを喋ってもちょっと信頼に欠けるかなと思ったので、毎月通っている美容矯正の先生や知人の女医さんなどにもね、質問しまくってきた結果をお伝えします。まず胸が垂れる原因は大きく分けて3種類あって、1つ目はおっぱいがついている土台であるお胸の筋肉が減ってしまったから、2つ目はお胸の中から引き上げてくれているクーパー靭帯が伸びたり切れちゃったりしたから、3つ目は加齢によるホルモンバランスの変化で胸の中の脂肪の割合が増えたからという、ちょっとね難しい話もありますので、後から詳しく解説していきますね。単刀直入にお答えすると、1が原因の場合はまた筋トレすればいいので戻せます。2が原因の場合は残念ながらクーパー靭帯自体は戻せません。3番が原因の場合も無理に戻そうとするのはちょっと危険が伴います。ただし2番や3番が原因の方は大体大人の方だと思うので、運動する機会もね若い頃より減って1番の原因が含まれている可能性も高いです。そういう場合は大胸筋を鍛えればある程度は復活したように見せることができます。ということで、大胸筋トレ方法の前にここでいきなり出てきた専門用語クーパー靭帯ってなんだよっていう方のために、ちょっとねおっぱいの中身をお見せします。おっぱいっていうのはね、大胸筋の上についている脂肪の塊ってよく言われてますが、その中身は脂肪だけではなく9割が脂肪組織で1割が乳腺組織で作られています。さらにそんな脂肪や乳腺をまとめて支えているコラーゲン繊維の束があるんですけど、このね縁の下の力持ち様がクーパー靭帯といって、このクーパーさんたちが24時間365日頑張って重たい荷物を持ち上げてくれてるおかげで綺麗なバストラインっていうのは保たれています。しかしこのクーパーさんも不死身ではありません。多少伸び縮みはするんですが、激しい運動でね胸をたくさん揺らしたり、長時間一定方向に引っ張られたり、あとは普通に加齢や重力で伸びきったりちぎれてしまったりすると、もう元には戻らないんだそうです。なんかゴムと似てますね。経年劣化で伸びきったり切れちゃったりすると自然に元には戻ってくれないっていう、それがクーパー靭帯です。なのでできる限りこのクーパーさんに無理をさせないように、運動するときはしっかりバストを支えられる運動強度に適したブラをつけてあげたり、寝るときもねナイトブラをつけてお胸の流れを防いであげることが大切です。若い頃からケアをして少しでも垂れのスピードに抗おうとはいえね、どんなに抗っても胸には垂れる順番ってものがあるそうで、それは胸が小さい大きいにかかわらず地球に重力がある限りみんな同じ順番でいずれ訪れます。まずは上の胸の脇の方からだんだんとボリュームが落ちてきて、なんかバストが柔らかくなってきて、下部がたわみ、トップが下向きになるんですって。そして最終的にはバスト全体が下がりつつ外に流れていきます。いずれ来るとは分かっていても、まだまだ先の話なんて思っていたら、なんと垂れっていうのは20代からもうすでに始まっているんだそうです。お若い方でもねすでに2番の状態に達している方もいらっしゃるそうなので、若いからと油断はせず早めのケアをしてあげてください。そしてこの2番の状態でバストが柔らかくなると言いましたけど、それが冒頭で言ってた胸が垂れる原因の3番目、女性ホルモンの量がだんだん減ってきて、若い頃よりも乳腺の量が減り、反対に脂肪の量が増えていくからなんだそうです。やっぱり脂肪の方が柔らかいのでね、一見柔らかくなってマシュマロバストになるならいいじゃないかって思うかもしれないですけど、その分張りが出る乳腺が減ってクーパー靭帯の数も減っていってるっていうことだから、より垂れやすくはなってくるっていうことですよね。でその大事な乳腺は女性ホルモンが活発になることで増殖し発達していきます。なのでやっぱり若い頃はたくさんドキドキして、もう2次元でも3次元でもいいからいっぱい恋をして、そしてできるだけ規則正しい生活をして女性ホルモンを活発にしてあげるとお胸が育ちやすくなります。じゃあここでサプリの出番だ。大人になっても女性ホルモンを無理やり出してくれるサプリメントを飲めばいいじゃないかと安易に手を出すと、ここで怖いお話が、女性ホルモンの過剰分泌はなんとがんの発生率を上げると言われていて、調べていくとね過去に問題になったサプリなどもたく
くさんあるようで、もちろんね効果的なサプリメントっていうのもあるんでしょうけど、私がちょっと使ってきたことがないので、知識が全くサプリに関してはないので、ちょっと私は怖いと思ってしまったから、バストアップサプリとかは多分一生進めないんじゃないかなと思います。それよりはねマッサージで女性ホルモンの分泌促したり、女性ホルモンが出やすくなるツボとかもあるようなので、そういう方が安心だなと私は思ってしまいます。ということで、私が一番おすすめする方法はやっぱり運動と食事とマッサージとブラなので、次回の動画で実際に私がやっている腫れ乳に抗う運動方法をお伝えしたいと思います。クーパー人体は戻らないとかね、加齢での垂れには厳しい現実が調べていくと明らかになって、私もちょっとこのレポートをまとめながらだんだん気持ちが暗くなっていったんですけど、でもね私も30代ですけど、最近朝トレでバストアップメニューを入れてやっぱり張りが出てきた気がしますし、私のバストアップ動画のコメント欄や知り合いにも40代以上から本当に大きくなったっていう方もいらっしゃるので、人間の体はね未知なのでデータが全てじゃないと思うんですよ。そんなこんなで垂れたお胸を戻すのは年齢が上がると簡単なことじゃないけれど、何もしなければね落ちていくだけで1ミリも良くはなりませんし、人生を諦めたような感じになると性格もねどうせって可愛らしさがなくなってしまうのではないかなと思いますし、美ボディ研究所はね内面を一番美しくありたいなと思いますし、ここ噛みたくなかったな。なのでね 1% でも可能性があるのならって言って頑張っていた方が体にも効果は何かしら現れてくるし、健康のためにもなりますし、何より性格も明るくなれそうだし、私はそっちの方が一番大事じゃないかなと思います。はい、ということでお胸の話じゃなくなってきたので、本日の研究レポートは以上になります。長くなるので運動編は次の動画でご紹介したいと思います。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、動画下の概要欄から覗いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。